まもなく仙台です。はい、皆さんこんにちは、矢部ゆうなです。どうも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 。はい、今日はですね、今朝なんですけど、今日は初めての仙台に行きます。めっちゃ嬉しい。ずっと仙台行ってみたかったんですけど、今日やっと初めて。スリーピースさんのね、倉庫がまた新しくオープンするということで、そちらの取材に仙台に行きたいと思います。多分スリーピースのね、動画は1個前の動画の方で上がってると思うので、見てない方はぜひチェックしてください。って感じなんですけど、聞いて。今ね、大雨。マジでさ、私晴れ女なんだけどさ、軽井沢も雨降ってたし、今も雨降ってるんですよね。悲しすぎ。めっちゃ晴天だったのに今まで。でも仙台の方は今日一日曇りらしいので、雨が降らずにいてくれればいいんですけど、ちょっとそこが心配です。でも私の大好きなもうお肉の中で一番大好きな牛タンを初めて仙台で食べれるということで、めちゃくちゃ楽しみです。行ってきます。行ってくるね。はい、ということでゆうすいくんと合流して新幹線に乗りました。約1時間ぐらい1時間ぐらいですね。1時間ぐらい行ってきます。初めてなんだよ、仙台。自分も初めてです。嘘。牛タン食いてはい、ということで仙台駅到着しました。嬉しい。すごい広いですね。やっぱ仙台都会ってでもよく聞いてたから楽しみ。今からラーメンを食べに行きたいと思います。とりあえず海地だと思ってたけど海地でした。ラーメンを食べに来ました。めっちゃうまそう。うまっ。めっちゃさっぱり。うまいわ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。なんかね、すごいあっさりしてて、でも麺はちょっと太麺でもちもちしてる感じで、メンマがめっちゃ甘かった。で、チャーシュー何あれそう、なんかめっちゃ硬くて、あれ牛タン？なんかね、チャーシューがすごい変わってた。多分仙台ならではの、私も一口目食べた時硬って思って、でも噛めば噛むほどめっちゃ美味しくなるから、これはもしや牛タンかなって思ったけど、なんか醤油ラーメンの説明書きには全部鶏でできてますみたいなことが書いてあったから、ちょっとわかんない。調べてみます。ぜひ皆さんも仙台来たら、キイチだと思ってたけどカイチっていうね、ラーメン屋さんでした。はい、ということでお腹も満たされたということで、本題のスリーピースさんの方にお邪魔していきたいと思います。スリーピースさんでの撮影が終わったので、市内に戻ってご飯を食べて帰ろうと思います。もうね、全然見足りないあと半日いたいぐらい超楽しかったんで、ぜひスリーピースの動画見てください。皆さん、ごめん、楽しかった。知り合いに教えてもらった古着屋さんに来ましたって言ってるんですけど、やってない？やってる？この辺なんで向かいとかなのかな。ビーグルかな。ビーガーグ古着屋さんに来ました。ビーグルで買い物しました。めちゃくちゃ素敵なお店。これも帰ったら購入品紹介します。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。念願の牛タン、イエーイ、嬉しい。初めて食べる。それではいただきます。私焼肉の中でも牛タンが一番大好きなの。どうぞ。うまっ。いや、これ使いマジご得意。うまい。米やろ。歯ごたえがすごいです。やっぱ薄いタンも美味しいけど、分厚いタンも最高ですね。帰ってきました。はい、ただいま。よいしょ。ただいま。待たせましたね。もう最近は帰ってきたらもう汗まみれなのですぐお風呂に入るんですけど、ばいちゃん待たせましたね。はい、ということで仙台から帰ってきました。ちょっと今お風呂にちょうど入ってすっぴん。はい、ということで、はい、ではいでぽんちゃん、あちい。はい、ということで仙台から帰ってきました。ちょっともうさ、汗だくだったんでお風呂入ってきちゃってすっぴんなんですけど、さっき買った古着を紹介したいと思います。めちゃくちゃいいのまた買いましたよ。スリーピースさんでもねいっぱい買ったんですけど、それ量多かったので全部発送してもらってるので、届き次第また動画で紹介したいと思います。ちょっとさ、顔やばいね顔やばいね。すごい素敵なお店でした。なんか知り合いの方の知り合いのお店っていうことでおすすめだよって紹介してもらって行ってみたんですけど、店員さんもねめちゃくちゃいい方だった。なんかもうかっこいい女性って感じでめっちゃいい人だった。で、ちょっとすごくいい古着を買ってきたので紹介します。はい、こちらです。じゃーん、見てください。スヌーピーのヴィンテージ T を買いました。ミッキーとスヌーピー3着と、あとベティちゃんとかいろんな T シャツがあったんですけど、本当にミッキーの方のラグランもめっちゃ可愛かった。このね、ビーグルさんのインスタ見てもらうとわかると思うんですけど、もうミッキーとスヌーピー迷ったんですけど、スヌーピーにしました。スヌーピーのアイテム私1個も持ってなくて、なんかミッキーとスヌーピーって言ったらミッキーはちょっと着てそうだなって自分でも思ったんですよ。なんかどっかしらでミッキー着てそうだけど、スヌーピーってマジで全く持ってないし着たこともないし、ちょっとスヌーピーの1着いいの欲しいなって思って購入しました。これね、でもね全然価格的には12,800円かな。すごくね、ヴィンテージのセブンティーズで、しかもこれ状態もねいいしね、ちょっとシミがあるんですけど全然目立たないんで、この状態で12,000円で買えるのはラッキーだなって思って買っちゃいました。じゃーん、こんな感じです。めちゃくちゃ可愛くない？見て、このねフォントとかもすごい可愛いなって思って、あと色合いもすごい可愛くないですか？この赤と水色の組み合わせもすごい可愛いなと思って買っちゃいました。もうこれは一目惚れですね。ミッキー VS スヌーピーでスヌーピーが勝ちましたなんか今日本当にスリーピースさん行ってこのお店行ったので、安いお店からもうヴィンテージゴリゴリの古着までたくさん見れてすっごい楽しかったです。やっぱ古着の面白いところって、安いものをたくさん量買う古着の良さもあるし、こういうねレアもの、これだって70年代だよ。70年代のスヌーピーだからね。私より生まれるの30年早い。あ、20年か。そう、なんだかいいなって思ってなんかそういうね年代物も楽しむのもあるし、
たくさん量を買って楽しむこともあるし、やっぱ古着って楽しいなって今回改めてこの仙台の旅で思いました。すぐ着たい。それこそね、10月にちょっとヴィンテージのイベントみたいなものがあるらしくて、ちょうどそれでね着てく洋服をね悩んでたので、この子を10月に着ていきたいと思います。なんかみんなに何て言われるか楽しみ。それこそスリフトのみんなとか古着好きの人たちからいい T シャツ着てるねとか言われるのがすごく楽しみですそれも一つあるよね、こういう年代物の良さ。まあ私はそういうところに良さを感じてしまう。